アンニョン、パックンです。ファミレスで一人、サイゼのミラノ風ドリアを食べていた時、ふと気づきました。韓国、これないじゃん。日本では日常なのに、韓国ではほとんど見かけないものがあるんですよ。なんで日本にはあるの？なぜ僕はそれに感動してしまったのか。今日は韓国人の僕が日本に来て驚いた日本の当たり前5選をお届けします。1つ目、ジュース感覚で飲めるチューハイ。2つ目、おもてなしの結晶をタクシー自動ドア。一晩2000円で泊まれるカプセルホテル。4つ目、生活の第三の居場所、ファミレス。5つ目、何でも出てくるコンビニのコピー機です。日本の当たり前に隠れている非当たり前をお届けしますね。まず1つ目、チューハイ。美味しいお酒という衝撃です。これお酒なの？人生で初めてほろ酔い桃を飲んだ時、僕の脳は軽くバグりました。口に飲んだ瞬間、広がる甘さと爽やかさ、アルコール独特の苦味や重さは一切なくて、それはまるで加湿%のジュースでした。実は韓国にはチューハイ文化はほぼ存在していません。コンビニに行っても並んでいるのはビール、焼酎、マッコリが定番。焼酎をソジュグラスで一気に飲むのがいわば大人の飲み方として認識されています。だから僕はずっとお酒は我慢して飲むものかなだと韓国にいた頃は思っていました。苦いけど大人だから、強いけどかっこいいんだから、楽しいより耐えるものだと無意識に感じていたんです。でも日本に来てコンビニの冷蔵ケースにずらっと並んだほろ酔い、氷結、ストロングゼロ、レモンドを見て、こんなに選べるの？って叫びそうになりました。さらに衝撃だったのが日本の飲み会文化。お酒が弱い人がとうとうとカシオレ飲みますと言える空気。それを周囲も普通に受け入れて、それうまいやつねと会話が進む。美味しく飲めることが肯定されている。強さじゃなくて味や気分が大事にされている。その柔らかい感覚が僕にはとっても優しく感じられました。留学初期は僕の冷蔵庫にも常に数本のチューハイが並んでいました。疲れた日の夜、風呂上がりに飲むほろ酔いの爽やかさ、まろやかさ。どれも僕にとって日本での小さな幸せの象徴でした。今はコーラにはまってしまい、ほろ酔いはあんまりないんですけどね。二つ目、タクシーの自動ドアですね。乗る前から優しさが始まってたという話です。ドア開いた？初めて日本のタクシーに乗ろうとした時、僕はドアノブに手を伸ばす前にガチャッと勝手に開くドアに驚きました。韓国ではタクシーのドアは自分で開けて自分で閉めるのが常識。乗り降りの時、運転手さんは手を出さないし、止まってから乗ってちゃんと閉まってねという雰囲気です。というか、これは世界どこでも同じだと思います。だからこの自動ドアはまるで歓迎されているみたいで、乗る前から心がほぐれる体験でした。調べてみると、日本のタクシー業界では1980年代からトヨタ、クラウン、コンフォートに自動ドアが搭載され始め、おもてなし文化と安全性の両立を意識して、今では全国に当たり前のように普及しているそうです。しかも、ただ便利なだけじゃない。ドアの開け閉めは運転手さんがコントロールしてくれるから、夜の細い道路や混雑した駅前でも安全にスムーズに乗り降りできる。これ、韓国だったら乗る、閉める、荷物持つを一人で全部やるところなんですね。僕が特に感動したのは大雨の日、タクシーがスッと止まって、びしょ濡れの僕に静かにドアを開けてくれた瞬間、その小さな動作に日本の優しさが詰まってる気がしました。日本のタクシーは単なる移動手段じゃない。乗るたびに気遣いが伝わってくる場所なんですね。3つ目、カプセルホテル。狭いのになぜか落ち着く小さな宇宙でした。僕が初めてカプセルホテルに泊まったのは岡山への一人旅の時です。財布の中身は心もとない。でも泊まらなきゃいけない。その時見つけたのが1泊2500円で風呂付きのカプセルホテルでした。チェックインして案内された先にはまるで近未来の宇宙船のような光景。壁にずらっと並んだ白いカプセル。一つ一つ小さな部屋でカーテンを閉めると外の音がスッと消える。横幅1メートル、高さ1メートルちょっと、奥行き2メートルほど。でも中には照明、コンセント、USB ポート、目覚まし時計がついてる。寝転んで空を見上げると天井に小さな空調の音だけが静かに響いていました。これ意外と落ち着くな。
韓国にもゲストハウスや安い宿はあります。でもカプセルホテルのような個人の空間、安い清潔感が揃った場所はなかなかないですね。てかカプセルホテルもおそらく日本だけの文化なんじゃないかなというふうに思っています。このドミトーリ形式はですね、他人と同じ部屋で一緒に寝るから自分の世界って感じではなくて、他人の音が聞こえてくるっていうのがあるんですね。ヨーロッパとかですと、なんか男女でイチャイチャしてたみたいな噂も聞いたことがあります。で、日本のカプセルホテル僕全部良かったんですけれども、閉所恐怖症がちょっとある僕にはきつかったですね。でもカプセルを出た先には広い浴場だったりとか、無料のコーヒーだったりとか、静かなラウンジがあって、そこには旅の疲れを癒す場所がしっかりと用意されていました。日本のカプセルホテルは最小限のスペースに最大限の思いやりを詰め込んだ場所ですね。泊めるだけじゃなく感動できる宿泊体験だったんですよ。で、4つ目の話はですね、ファミレスですね。食べるとくつろぐが同居する奇跡の空間だと僕は思います。初めてガストに入った時、初めてサイゼリアに入った時、僕は目を疑いました。ドリンクバーの横には子供たちがジュースを注ぎ、年配のご夫婦がゆっくりハンバーグを食べ、大学生っぽい人たちはノートパソコンを開いて打ち合わせ中。ここ何の空間？メニューを開けば、鶏やうどん、チーズインハンバーグ、サラダ、パフェ、選択肢がありすぎて逆に迷うんですね。しかもランチが数百円台でドリンクは付きってどういうことと思いますよね。韓国にもロイヤルホストみたいな高級ファミレスはあります。客単価が2000円、3000円するような場所って感じですね。でもサイゼリアやガストのように学生も家族もお年寄りもみんな長居できる空間でくつろげる空間って実はほとんどないですよ。韓国では外食イコール食べたらすぐ出るもの、ゆっくりするならカフェに行きなさい。けれど日本のファミレスはその中間の絶妙な余白を提供してくれるんですよね。僕が週1レベルで通ってるのは家の近くのガストです。スクランブルエッグ、ベーコン、サラダ、ドリンクバーのモーニングで1000円ちょっと。背景音楽は控えめで照明も優しくてちょっとだけ本を読むのに最高ですよね。第3の居場所としての完成度がすごい。日本のファミレスは単なる外食チェーンではなくて、そこには一人でもみんなでもいていいよという柔らかい包容力が流れていたと感じました。最後はですね、コンビニのコピー機です。何でもできる箱がコンビニの中にあったという話ですね。ある日、書類の印刷が必要になって焦っていた僕に、日本人の方がこう言いました。コンビニ行けばすぐできるよと。半信半疑で向かったセブンイレブン、レジ横にある白くてでかいマシンに USB を差し込み、画面を数回タッチすると、ウィーンという音とともに、綺麗な A4 印刷、紙の印刷が10秒で出てきた。これコンビニにある意味ありますって本気で思いました。韓国にもセブンイレブンみたいなコンビニはあります。でも中にコピー機やプリンターが常設されている店舗はほぼ皆無ですね。印刷やスキャンが必要な時や日本のネットカフェにあたる PC 版に行くのが普通です。それに対して日本では印刷、コピー、写真プリント、チケット発券、保険加入、もはや複合機というより小さな町の役所レベルの機能を持っていますよね。しかも操作が親切で分かりやすい、言語も選べて外国人にとってもストレスが少ない。僕にとって日本のコンビニ機は困った時の救世主であり、生活インフラの最後の頼り口だったんですね。買い物ついでにプリント、深夜でも手続き可能、観光客も地元民も平等に使える。小さな箱に日本の便利と優しさがギュッと詰まっている。それが日本のコンビニコピー機だったんですね。駅前のファミレスでミラノ風ドリアを食べながら、ほろい桃を片手に夜風を浴びて、寝所は1メートル ×2 メートルのカプセル。隣のコンビニではチケットを発見して、タクシーのドアが静かに開いた瞬間、日本という国に来ているなってまた思ってしまう僕がいます。特別じゃないかもしれません。高級と言いづらいと思いますし、派手というわけでもない。でも日本にしかない優しさの空腹がこの国の日常にそっと詰まっていると感じました。このチャンネルではですね、韓国人の僕が日本と韓国の経験をもとに心が触れた瞬間を物語にしています。もし今日あなたが日本と韓国をもう一度考えるきっかけとなったと思えたなら、それはきっと僕の旅のゴールで
もあります。チャンネル登録して次の感動の当たり前を一緒に見つけていきませんか？今日の話は以上です。パックンでした。アンニョーン。